もしも、あなたの目の前であなたの大切な人を殺す計画が立てられていたら、やられる前にやりますか？こんにちは、ホロロです。ドラマ、マイホームヒーロー1話と2話を視聴しました。皆さんにとって一番の見どころはどこでしたか？ミステリーマニア、主人公とステーツオが繰り出す隠蔽工作、半グレ組織にいるのがもったいない、かっこよくて頭の切れる真島恭一、放送ギリギリ、サスペンスフルなストーリー？どこをとってもとにかく全部面白かった。でも一番印象に残ったのは、河川さんの天真爛漫っぷりでしょうか。演じている木村多江さん、役にパチッとハマっていたな。ちょっとネジが外れた母親役をやってもらうと図抜けていますよね。ということで今回はドラママイホームヒーローのレビューです。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。最近のドラマだとトリリオンゲーム、フェルマーの料理、ポケットに冒険を詰め込んで時をかけるような恋人たちを取り上げているので、よければご覧ください。はじめにマイホームヒーローの概要をお話しします。マイホームヒーローは週刊ヤングマガジンで連載中の漫画が原作、大人向けの雑誌ですね。ハードな内容も合点がいきます。ドラマ開始時点、22巻まで期間。まだ完結していません。エピソードのストックはかなりありますね。全てを実写化するにはかなり時間がかかりそうです。すでに来年の春にドラマの延長上にある映画の公開が決定しており、どんな形で、どこまで実写化するかが楽しみです。MBS 動画イズム、TVer では見逃し配信が行われています。1話2話の無料配信は現時点で11月1日までとされています。急ぎましょう。完全に見逃した方はディズニープラスで見放題配信されているのでご確認ください。ディズニープラスではアニメ版も配信されているので合わせてどうぞ。ディズニープラスの契約はハピタスの経由がお得です。概要欄にリンクを貼っておくのでご覧ください。実はアニメについてはディズニープラスだけでなく Amazon プライムビデオ、Unext、FOD、ABEMA、D アニメストア、Hulu、DMMTV でも見放題配信されています。めっちゃ多いですね。ドラマの続きが待てない方はぜひご覧ください。ではマイホームヒーロー1話2話を振り返っていきましょう。佐々木蔵之介さん演じる主人公トステツオはしがない中年のサラリーマン。彼にとって一番の宝物は家族。妻と娘が何より大事。娘のレイカは大学生で、父に対し一見冷たい態度を取ることもありながら、リスペクトも忘れておらず、家族仲はとても良好です。ある日、哲夫は、レイカの顔に殴られた跡を見つけます。そのことについて問うと、レイカはその話題には触れてほしくないと拒絶反応を起こし、去ってしまいました。哲夫は不安な思いにとらわれます。誰かに暴力を振るわれたのでは？哲夫が街を歩いていると、チンピラたちに絡まれました。彼らが偶然にも、レイカという名前を口に出しているのを聞いた哲夫は、つい目を合わせてしまったのです。ほんとやめてください。どうしてチンピラの皆さんは目があったら喜ぶのでしょう。目があっただけで絡んでくるのは、チンピラの皆さんとポケモントレーナーだけですよ。その場ではタバコを投げつけられただけで済んだものの、哲夫は彼らを追跡します。しかし、その姿をチンピラたちの仲間に見咎められ、裸に向かれ、殴られ、情けない姿を写真に撮られてしまいました。屈辱的な恥ずかしみを受けたものの、やはりレイカのことは心配です。心配で、涙が溢れます。彼らが口にしたレイカが人違いであってくれと願いながら、彼女が一人暮らしをしているアパートを訪れます。レイカは留守でした。しかし、そこにはレイカの他に何者かが生活している痕跡があります。恋人？先ほどのチンピラたちの姿が脳裏をよぎり嫌な予感がします。と、そこに何者かが部屋に入ってきました。慌ててクローゼットに隠れた哲夫。そこに現れたのは先ほど目があったチンピラの一人でした。その男こそこともあろうに娘の交際相手だったのです。最悪です。見る目がないにも程があります。後にレイカを語ります。あんなのでも初めての彼氏だったし、可愛いんだからもっと選んで欲しかった。男は電話を始めました。ところがどこか様子が変です。怒りのボルテージが一気に上がり、部屋で大暴れを始めました。そしてはっきり言ったのです。あの女、殺してやる。父親に自分の存在がバレて、挙句先ほど接触してしまったのです。そこに愛情はありませんでした。男、マトリノブトの目的はただ一つ。レイカに近づき、その母であるカテンの実家の遺産を強奪する。バックには半グレ集団がついており、レイカとの交際は組織犯罪の足がかりだったのです。ブチギレ、家財に当たり散らすノブトの姿は尋常ではありません。こんな危険人物が自分たちの人生を脅かそうとしている、到底受け入れがたい現実に、哲夫は震え上がります。レイカに危険を知らせようと携帯電話を手に取りました。しかし、かけた電話の着信音が鳴ったのはクローゼットの外。よりによって、レイカは携帯電話を家に忘れて外出していたのです。ノブトは電話をかけてきたのがレイカの父と分かった上で電話を取ります。哲夫は嫌おうなくノブトと対峙することになりました。そして、覚悟を決めます。僕たちの宝物、奪われてたまるか。ノブトをクローゼットの近くまでおびき寄せ、不意打ちで金敵を食らわせます。男性にとって絶対的な急所に渾身の一撃を食らったノブトは床に這いつくばります。哲夫はクローゼットから飛び出て近くにあった炊飯器を両手で持ち振りかぶります。その鈍器はノブトの頭蓋に振り下ろされました。血だまりに沈むノブト、命乞いの時間すら与えられませんでした。犯行直後、偶然にも河川がレイカを訪ねてきました。
しかしいたのは娘ではなく、夫と見知らぬ死体。この場面、タイミングが違って部屋に入った順番が変わっていたら、より大きな惨事になっていたかもしれませんね。河川は悲鳴を上げますが、夫から事情を聞き、即座に事態を飲み込みます。正当防衛が成立するかもしれませんが、相手は反社会的組織の一員、司法が許しても報復は免れない可能性があります。二人は大切な家族を守るため、事件の隠蔽という禁断のカードを切ることにしました。その頃、組織も玲香の家に向かっていました。ノブトは感情の制御を聞きません。怒り狂っているノブトは放っておくと、玲香に手をかけかねません。最終目標は遺産であると釘を刺す必要があったのです。玲香の家を訪れたその男の名は真島恭一。時を同じくして帰宅した玲香を見やり、身を隠し様子を伺います。何かが起きている。直感的に悟った表情をしていました。帰宅した玲香は両親が家にいるのを見て驚きます。ノブトと鉢合わせした哲夫は彼に暴力を振るわれ大変な目にあったと説明します。玲香はノブトとの交際をやめることを約束し謝ります。両親の説得ですぐ実家へ避難することになりました。その頃、ノブトだったものは浴槽の中で処理される時を待っていました。哲夫は河川と秘密裏にやり取りをします。埋めよう。それに対する河川の返信はこちらでした。河川の切り替えが早すぎる。マジで最高。玲香が母と一緒に部屋を出たのを確認し、恭一はピッキングを行い侵入を試みます。彼は部屋に哲夫がいることを知りません。そして哲夫もまたガチャガチャと下品に音を立てる錠前を見て青ざめていました。恭一と哲夫。このサスペンスフルな物語における二人のキーマンが開講します。さて、マイホームヒーロー1話を振り返りましたが、ここからは今後の見どころを解説していきましょう。1、鳥栖哲夫の殺人に対するスタンス。主人公鳥栖哲夫は趣味でたくさんのミステリー小説を書いています。その知識をフル稼働させることで、彼は自身の殺人を全身全霊で隠蔽します。彼の行動原理は全て家族を守る。この一点に集約されます。自分の家族に危害を加える存在がそこにいたとして、やられる前にやる。これを実践できるでしょうか？あなたはどうですか？僕は、やるかも。コンクールはドラマ相棒も放送されていますが、主人公の杉下右京は絶対正義の人。時にその正義感が行き過ぎていると批判されることもあります。それでも右京さんはブレません。どんな事情があったとしても、罪を犯した人間には法の裁きを受けさせる。それが右京の警察官としての信条なんです。哲夫の取った選択は、右京さん、その他の人にとっても認めることのできない行動です。哲夫自身もこの行動の選択が 100% の正解とは思っていないし、後悔しながら己の人生と向き合って戦っていきます。家族を守るためなら殺人も犯す。これを是としながら進んでいく作品は珍しいように思います。一度犯罪行為に染まってしまったその両手、覆ってしまった価値観。このまま追い詰められていくと、嫌おうなく再びその手が凶器を掴む日もそう遠くないかもしれません。哲夫はどこまで落ちてしまうのでしょう。2、ノブトのホロホロ確認のポイント。頭をかち割られ、その命を奪われたノブト。殺されても仕方ないと言い切ってしまうと、この動画が炎上してしまうかもしれませんが、でもまあそう思われても仕方ないほどの極悪人でした。2話では哲夫がこの死体をバレないように最良の方法で処理することになります。その方法とは、煮る。浴室を理科の実験室化させ、IH ヒーターと熱効率に優れる銅板を使って浴槽を鍋にしました。そこで死体を煮ることで油が溶け出し、処理しやすくなるんですね。出来上がったノブトの角煮は細切れにしてトイレに流しました。トイレに詰まったらゲームオーバーですね。前回フェルマーの料理の動画ではドラマ内で生まれた理想のナポリタンを再現しようと試みましたが失敗。そこで今回はリベンジ。この後、ホロロが美味しくいただきました。3、注目の登場人物、真島恭一、真鳥義達、鳥栖河川。主人公、鳥栖哲夫はそのミステリーへの造形の深さでキャラクターが立っていますが、本作には他にも注目の登場人物がおります。1、真島恭一。ノブトの失踪に鳥栖家の人々が一枚噛んでいることを察し、追跡者となる恭一。演じるのはなにわ男子の高橋恭平さん。不祥事に揺れるスマイルアップ所属の俳優さんということで、ドラマの制作発表で壇上にいるのに名前呼ばれないという決めにも合いました。逆境ですが、役にハマっていると思うので応援しています。恭一は鳥栖家と敵対する立場のはずなのですが、実は作品内でも1、2を争う人気キャラ。組織の一員として哲夫を追い詰める悪人には違いないのですが、その勘の鋭さや知性が際立っており、不思議な魅力があるんですよね。また、哲夫との関係にも注目です。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、筆舌に尽くしがたい関係に発展していきます。2、真鳥義達。哲夫が殺めたノブトの父、演じるのは吉田栄作さん。家
かつて演じた壮年期の赤木が渋くてかっこよく、以来ファンなのですが、今回は気持ち悪くも恐ろしい、底知れないキャラクター。そのルックスも正直なところ気持ち悪いのですが、あれ？動いていて話しているのを見るとやっぱりかっこいいな。京一や信人が属する組織に協力して詐欺を行う悪人です。彼の存在は組織の屋台骨となっており、組織も彼の機嫌を損ねないよう丁重に扱っている描写があります。性格に難があり扱いにくい息子の信人ですが、義達の肉親ということでその暴走に目をつぶってもらえているようです。息子に対する愛情は異常。信人は少なくとも2件の殺人に関与していますが、それを咎めることもなく、とにかく溺愛しています。くしくも、哲夫の家族への愛情もある種の異常なので、立ち位置は違えど思想に似通った部分があります。ある時、たまたま哲夫と義達はバーで酒席を共にするのですが。3. 鳥栖家仙、哲夫の妻。本作のヒロイン、哲夫の犯罪行為を全面的にサポート、殺人の隠蔽という決断を後押ししたのは他でもない家仙さんです。1話のラストでは、哲夫が勇気を振り絞って決心した埋めるという決意表明に顔文字で返信しました。その自由すぎる発想と行動はクレイジーの一言につきます。演じるのは木村多江さん。ぶっ飛んだ母親役といえば、あなたの番ですも記憶に新しいですね。漫画の24話、アニメの6話では、河川流おもてなしというタイトルのエピソードが登場。河川さんの予想だにしない斜め上の行動で、哲夫が追い詰められます。絶対ドラマ版でも放送されるエピソードなので、膝を揃えて待ちましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回はドラママイホームヒーローの見どころをまとめました。1話と2話が連続して放送されましたが、今回エピソードの振り返りをしたのは1話のみです。それにしても、これ本当に30分ドラマでいいの？という密度の濃さでした。今更ですが、皆さんドラマの予告はご覧になりましたか？劇場版と見まがう作りになっていて、制作陣に本気を感じます。今後の展開も期待できます。特に哲夫と京一の歪な関係は必見。ぜひ一緒に追っていただいて、本チャンネルのことも評価していただくと嬉しいです。僕のパートナーである漫画 YouTuber の歌丸さんも本作のファン。前回読んでいる歌丸さんとの感想会もいずれ行いたいと思います。よければチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。X でも活動しています。現在のフォロワーさんが2400人。映画のドラマに関するポストを行っています。仲良くしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。